皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は駐留米軍の撤収ドイツ編についてです。世界中にアメリカ軍というのは展開しているわけですが、その中においても今回大規模な削減が行われるというニュースが流れてきました。そしてドイツは今非常に注目しなければならない国の一つです。なぜなら世界情勢が激しく動いている中で非常にその動きというものを注目しなければならないからです。そもそもドイツは EU の中における中心的な国の一つです。そして EU の中でも特に勝ち組と言われる国です。しかし残念ながらドイツは EU の中における親中派の国の代表格の一つでもあります。ですから、米中新冷戦時代における EU の立場というものがどのようなものになるのかというのは、ある程度ドイツが影響を与えることが分かっています。そのため、アメリカとドイツの関係というものがどのような展開をしていくのかというのは、少し目を見張っておく必要があるのです。なお、ヨーロッパにおける親中派の国といえば、その他にもイタリアや東欧の国々の名前が挙がります。これらの国々は中国が推し進めている一帯一路構想に参加し、経済や政治の面において中国とのつながりというものを深めているのです。それでは、ドイツの駐留米軍の削減についてのニュースを見ていきましょう。トランプ大統領、防衛費払うまで米軍縮小、ドイツだけの話ではない。トランプ大統領は15日、ドイツが国内総生産 GDP の 2% を防衛費として払うまで、米軍を半分規模に縮小するだろうと明らかにした。ドイツに駐留する米軍の規模を最大5万2000人から2万5000人に減らすとしながらだ。アメリカ政府関係者は、韓日など他の同盟も防衛費をもっと負担すべきということは、大統領の明確かつ一貫した立場と圧迫した。トランプ大統領はこの日、共和党も在独米軍撤収に反対しているのに、再検討するのかとの質問に対し、5分にわたりドイツの防衛費滞納とロシアのガス管事業、アメリカと貿易まで全方向に不満を吐き出した。トランプ大統領はまず、ドイツに5万2000人の兵士が駐留するが、これはとてつもない規模であり、アメリカには莫大な費用、ドイツは北大西洋条約機構 NATO にとても多く滞納しているとした。続けて、ドイツは GDP の 2% を防衛費として出すことにしているが、1% しか支払っていない。彼らは数十億ドルを滞納していると指摘した。その上で、そのため、在独米軍の数を2万5000人に減らしている。どんなことが起きるのか覚えていろとも付け加えた。これに先立ち、ウォール・ストリート・ジャーナルが5日にトランプ大統領が国防総省に現役兵力基準で34,500人の在独米軍から9,500人を撤収させるよう指示する覚書に署名したと報道してから10日ぶりに直接確認したわけだ。トランプ大統領は、みんなが私とロシアの関係に関して話すが、この問題は随分前に切り出した。なぜドイツはロシアにエネルギー購入で数十億ドルを支払うのに、我々がドイツを守らなければならないのか。このようなやり方は通じないと述べた。ドイツのロシアからのガス導入事業であるノルドストリーム2を取り上げた形だ。その上で、我々がドイツを守るのに、彼らは防衛費を延滞している。これは話にならないと繰り返し話した。彼はまた、状況によって違うが、ドイツに5万2000人の兵士を駐留し、彼らは給料を多くもらう。彼らが莫大な金額を現地で使うので、駐留基地周辺はとても繁盛し、ドイツが利益を得ているとした。トランプ大統領は、この他に、ドイツは貿易に関しても我々をとても悪く待遇する。ドイツが最大加盟国である EU と貿易交渉中だが、現在彼らとの交渉に満足していないとも述べた。その上で、我々は不公正貿易による数千億ドルの赤字で被害を受けているが、当然最悪の加害者がドイツと述べた。彼は最後に、ドイツが防衛費を 2% 払うまで、米軍兵士の数を約半分規模に縮小するだろうと強調した。その上で、これは新しい現象ではない。彼らはオバマとバイデンの政権下でアメリカを長く利用してきた。私はドイツだけ言うのではない。他の多くの国に対しても言うだろうとも強調した。これと関連してトランプ政権高官は、大統領は韓国を含む世界の同盟がもっと多くの防衛費を負担しなければならないということは明確な立場と強調した。韓国との防衛費分担金交渉が満足できない場合、
在韓米軍も縮小する可能性があるかとの質問には回答を避けたが、防衛費分担に関する限り、トランプ大統領は確固かつ一貫した立場を持っているとしながらだ。彼は、韓国のパートナーと相互利益となり、公平な合意に向け協議を続けるだろう。これが遠い未来まで我々の同盟と連合防衛を強化するだろうとした。トランプ大統領はドイツの軍事予算が少ないということを問題視しています。ヨーロッパの国々が一体どこの国に対して軍事予算をかけて防備を固めているかといえば、それは旧ソ連、そして現在のロシアです。しかしドイツはそのロシアとの経済的なつながりが非常に強くあります。ロシアから実に1200キロにもわたってパイプラインを引いて天然ガスを輸入しています。そしてこの記事の中にあったノルドストリーム2という工事が現在進行中です。このノルドストリーム2が完成すれば天然ガスの輸送量というものは倍に上がり、ロシアに対するエネルギー依存というものもさらに深まります。もちろんそれに伴って大金がロシアに渡ることにもなります。トランプ大統領はこの工事に関わる企業などに対して制裁などを行っています。しかしドイツはこの工事をやめる気はないようです。一方でドイツはロシアに対しては政治的には批判を行っています。それはウクライナの領土であったクリミア半島をロシアが併合した件についてです。ヨーロッパの国々はロシアによるクリミア半島の併合というものを承認してはいません。ドイツはそうした政治的な批判を行う一方で、ロシアに対する経済的なつながりというものをより強化する方向で進んでいるのです。このようにドイツは政治と経済の話を全く分離して進めています。このような政治と経済の完全分離という現象は対中国についても同様の行動に走る危険性があります。特にドイツにとって中国というのは非常に重要な貿易のパートナーです。また一帯一路構想についてもドイツは非常に歓迎的な国でもあります。つまり中国におけるチベットや新疆ウイグル自治区における人権弾圧といったものに対しては批判をする一方で、中国との貿易パートナーとしての関係はより発展させようという方向が現在のドイツに当てはまる可能性があるのです。政治的にいくら批判をしようとも経済的に全く支障がないのであれば、中国の経済というものをドイツは支えることになります。なおトランプ大統領は世界の国々に対して中国企業ファーウェイの 5G 通信網への参画というものについて拒否するように呼びかけを行っています。ドイツのメルケル首相はこの件に関して明確に拒否をしており、ドイツではファーウェイのシェアというものが伸びつつあります。さて、政治経済の話が少し続いたので、このニュースの本題でもある軍事的な話を少ししましょう。なぜドイツが軍事予算を高めないかといえば、それはたとえ脅威としてロシアを想定していたとしても、そのロシアとドイツとの間には他の国々がいくつかあるからです。そしてそれらの国々にもしもロシアが軍事的な脅威となり実際に侵攻などをすれば、それは NATO 軍の出動ということになります。そのためドイツは軍事予算をどんどんと増やすよりも、むしろ国家の財政基盤を強くする方向や経済発展により大きな力を注ぐという方向になっているのです。そうしたドイツの経済優先で軍事についてはおろそかにしているドイツというのは、トランプ大統領にとっては非常に許し難い存在でもあるのでしょう。一方、同じように駐留米軍の削減問題というものはアジアでも同じような話があります。それは在韓米軍の話です。在韓米軍の駐留費用について韓国とアメリカが話し合いを続けています。この話し合いは去年から始まっており、もうすでに半年が過ぎようとしていますが、未だに妥結は見ていません。ただ、ドイツと韓国では少し状況が違います。ドイツから一部の部隊が撤収するその程度であれば、ロシアからの脅威が増して、それによってヨーロッパが圧迫されるということはほとんどないでしょう。なぜならば、ヨーロッパはヨーロッパで各国軍があり、そして彼らは NATO 軍を結成しています。ロシアからの圧迫が強まったとしても、すぐに緊張が高まるということはないでしょう。一方で韓国のある東アジアの情勢は少し異なっています。トランプ大統領は中国に対する包囲網というものを考えており、これは去年よりも今年の方がより厳しいものになる方向で進んでいます。ですから、そのような時において韓国からの駐留米軍というものを減らすというものはあまり良い選択肢ではありません。ですから、トランプ大統領としては、駐留費用の値上げというものを韓国側に飲ませた上で、現在の規模というものを維持するのが一つの目標でもあります。
それだけに駐留費用の値上げに応じない韓国への不満というものも募っているでしょう。このような状況下でドイツの一部部隊を撤収するという実例をもとにして韓国にもう一歩の譲歩というものを迫る、そういった外交が展開されるでしょう。一方、韓国側はあくまでも値段の折り合いがつかないということを理由にして駐留米軍の費用負担というものについて突っぱねているわけですが、しかし本音のところでどうなのかというのは今後の注目ポイントです。現在のムン・ジェイン大統領はその心の中では反米思想というものが非常に強いと言われています。それだけに在韓米軍が撤収してくれたら嬉しいなと、そういった本音を持っているかもしれないからです。ですからそのような本音が垣間見えるようにトランプ大統領に対してノーを何度となく突きつけて、そしてトランプ大統領自らが部隊の撤収を言い出すのを実は心密かに待っているのかもしれないのです。皆さんは韓国の本音はどちらにあると考えられますか？米軍の一部撤収を望んでいるのかいないのか。なお在韓米軍はアメリカの国内法の縛りで全軍撤退ができるわけではありません。一部撤収ができるだけです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。